築49年の古いお家、新築のキラキラなマンションに住んでたら、こんなに不便な家はないと思うだろうけど、ここで長年暮らしてれば大丈夫。人間ほとんどすべてのことは慣れです。慣れればなんとかなるものです。古いお家の欠点の一つはコンセントが少ないこと。特にキッチンはね。だから我が家ではキッチン家電は極力少なめ。特に熱を発する調理家電は要注意です。コンセントが少ないだけじゃなく、ブレーカーもよく落ちます。エアコンをつけて電子レンジを使ったら、もう消費電力の大きな家電は使わない方がいい。うっかりしてドライヤーなんか使ったら十中八九プチッと消えますよ。またやっちゃった。20年以上この家で暮らしてて、なんでまたと自分に文句を言いながらドライヤーを片付けてエアコンをつけ直し、電子レンジの設定を一からやり直す。そんなことが何度あったことか。ワット数を上げればなんとかなるかと30ワットから50ワットへ大盤振る舞いしたこともあったけど、結局落ちるときは落ちるんです。いただきます。最近の家と違ってもともとの配線の仕方が電気をたくさん使うようにはできてないから無理なんです。と電力会社のお兄さんが丁寧に説明してくれました。というわけで、おとなしく30ワットに戻して、家電は極力減らす方向で。かといって、キッチン家電ゼロで暮らすほどの根性はないですよ。だから、念には念を入れ、じっくり下調べして、これはと思える家電を選び、それでもすぐには買わずに、半年待って、よし買おうと思えたものだけをお迎えする。そんな風にして1年ぐらい前に我が家にやってきたのがノンフライ機能がついたトースター。我ながら使いすぎじゃないかとびっくりするほど役に立ってる家電です。美味しくてヘルシーなご飯の幅がぐーんと広がりました。パン作りが趣味だから大量のパンや高さのある食パンを焼くときは大きなガスオーブンを使うのだけど、小さめのパンならトースターで焼いた方が便利と気づいてしまいました。電気のトースターでちゃんとしたパンが焼けるわけがないというのは完全なる思い込み。余熱不要のトースターで今日も気楽にパンを作ります。こねずに作れる簡単パン。確かにそういうパンもありますね。フランスパンとか噛み応えのあるしっかりしたパンならね。こねずにじっくり待って何度かパンチを入れて、一晩冷蔵庫で寝かして成形して、二次発酵もしっかりとって高温でパリッと焼き上げる。そういうパンも大好きなんだけど、今回はふんわり食感のちぎりパン。焼きたてが美味しいのは当たり前だけど、翌日も美味しい。冷凍して温め直しても焼きたてと同じぐらい美味しい。そんなパンを焼きたいからしっかりこねてます。こねるのは確かに大変かもしれないけど、これも慣れですよ。さっきも言ったような気がするけど、もう一回言っちゃいます。慣れれば大抵のことはなんとかなるものです。最初はベタついてた生地がまとまっていく達成感を楽しみましょう。グルテン膜が張ったからこれでよし。春めいてきたから発酵は日当たりのいい窓際で。
膨らみました。生地を軽く叩いてガスを抜いて6個に切り分けます。きれいに丸めてトースターについてきたプレートの中に並べます。キチキチに詰め込むより程よい余裕が大切。ふっくらしたパンになってくれそうです。卵を塗ってツヤピカに仕上げるのもいいですよね。でも卵が中途半端に余るのは困るよね。だから牛乳。卵ほどツヤは出ないけど渋めのツヤが出るんです。古いキッチンに似合うツヤ感なんですよ。好みの問題でもあるけど、ごまを振って香ばしさをアップさせますよ。お待たせしました。ようやく主役の出番です。この1年使いに使ったトースター。パンを焼くなら左のダイヤルをベイクに合わせて、温度のダイヤルは180度、時間は15分。ちゃんとこねてきれいに丸めたおかげで膨らみがいいですね。膨らみすぎて上が焦げそうだからアルミホイルでカバーしよう。いい色に焼けました。美味しそうです。一人暮らしだけど煮物はたくさん作って少しずつ食べます。昨日の朝ごはんにも食べた肉じゃが。3日目ともなるとさすがに飽きてきました。別の料理に変身させましょう。一旦熱々に温めてじゃがいもだけを取り出して汁気をしっかり切る。この料理のポイントは汁気をきちんと切って潰したじゃがいもがホクホクになること。べちゃっとしてたら汁の切り方が甘い証拠です。でもたとえそうなったとしても心配はいりません。電子レンジや直火にかけて水分を飛ばせば大丈夫。肉じゃがのじゃがいも以外の具も汁をしっかり切ってからみじん切り。潰したじゃがいもと合わせてよく混ぜよう。もう一品はごぼうです。フライドポテトならぬフライドごぼうだからスティック状が食べやすいかな。丸々1個のキャベツで何を作ろう。とりあえずコールスローサラダですかね。1個だけ残ってたリンゴを入れて、マヨネーズではなくお酢、オリーブオイル、塩、胡椒。油揚げの油分は少し残しておきたいから熱湯をかけるだけ。酸化した油だけを落とします。味というより食感のために半分に切った油揚げを裏返して使おう。
潰した肉じゃがを詰めて丸く形を整えます。何を作っているのかもうお分かりですよね。トースターについてきたエアフライ用のカゴに並べます。ごぼうに塩コショウ、片栗粉でもいいけど米粉だともっといい。油で揚げない代わりにオリーブオイルを多めにまぶします。一人暮らしになってから揚げ物をほとんどしなくなってたけど、エアフライ機能がついたトースターを手に入れてから揚げ油を使わない揚げ物をよく作るようになりました。左のダイヤルをエアフライに合わせて温度は180度、油で揚げる時とだいたい同じです。時間は14分ぐらいですかね。油で揚げるのと違ってカロリーは大幅にカット。キッチンに油の匂いが充満することもない。のんびり眺めていられる、いいことずくめなんです。出来上がりの色が白っぽいのは米粉のせいとまぶす油をケチってるせい。こんがり茶色にしたければ油をたっぷりまぶすといいですよ。トースターで生地から焼いたパンとトースターで揚げた肉じゃがコロッケとフライドごぼう。いただきます。油で揚げた揚げ物とそっくり同じ味と言いたいところだけど、いやさすがにそこまではという感じなんですが、むしろこっちの方が食べやすい。パクパク食べても胃もたれしない。油揚げを衣にしたコロッケはどうかというと、外はサクサク、中はホクホク。卵、小麦粉、パン粉をまぶす手間を考えれば、お家で作るお一人様ご飯なら油揚げコロッケをおすすめします。手作りのおやつの飲み物は圧倒的にコーヒーが多いのだけど、たまには気分を変えてロイヤルミルクティー。この時ばかりは香りのいいちょっとお高い茶葉を使います。昨日作った米粉のマフィン、いちご入り。時間が経っても柔らかいままの米粉のお菓子を作れないものか、試しにいろいろ作ってはいるのだけど、まだ成功はしてません。でもこのマフィンはなかなかいい線いってます。だけど翌日はやっぱりね、温めた方が圧倒的に美味しい。電子レンジじゃなくてトースターで温めると香ばしさが感じられて、これまた圧倒的に美味しい。このマフィンはガスオーブンで焼いたけど、もしやトースターでも焼けますかね。うちの庭にも春が来ました。花はまだ少ないけど、あちこちで新しい葉っぱが出たり芽が出たり、
初々しい緑に元気をもらえる季節です。冬の間ほったらかしてたセダム、根元から新しい葉が出てきました。整えてあげましょう。暖かくなると野菜を植えたくなります。ベビーリーフ、ルッコラ、イタリアンパセリ、これ植えよう。と言っても畑じゃないですよ。ベランダのプランターで本当に小さな家庭菜園。それでも結構役に立つんです。2週間ぐらいしたら小さな芽が出るかな。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も